あなたは毎年税金をいくら払っているか知っていますか？結婚、住宅購入、教育は人生の三大出費と言われていますが、税金についてはあまり語られません。でももし他の出費で節約を考えるのと同じように毎年払う税金が減り、10年後には日本円にして100万円が節税できていたなんてことが可能なら、その方法知ってみたいと思いませんか？こんにちは、オーストラリア在住のあやです。このチャンネルでは、オーストラリアの金融業界で働いた知識と経験をもとに、海外でも役に立つ家計管理についてお話ししています。この動画では、まず最初に税金について簡単に説明をした後に、どの国にいても使えそうな7つの節税方法をシェアします。それらはこのオーストラリアの会計士の方が書かれた本をベースにしています。じゃあその節税方法、オーストラリアでしか使えないんじゃないのと思われるかもしれません。でも私が金融業界で働く中で、そして多国籍のオーストラリアの中でいろいろな方とお話をする中で各国で似た節税制度があることを知りました。ただ私自身は税理士ではなく、あなたの経済状況や居住地、ビザの種類などは一切考慮しておらず、あくまで一般的な知識をシェアしているということをご理解ください。そして最終的にはあなた自身できちんと公式のウェブサイトを確認したり、税理士やファイナンシャルアドバイザーなどの専門家に確認をお願いします。では早速、税金についてです。多くの国で使われているのが累進課税制です。早速聞き慣れない言葉が出てきたという方もいるかもしれませんが、図を入れてできるだけわかりやすく説明していきます。この累進課税制、英語では Progressive Tax System と言いますが、収入が多くなるほど税率が上がる仕組みです。例えばオーストラリアの2023年度現在の所得税率はこちらです。仮に5万ドルの課税所得がある方であれば、この表でいけばここになります。この課税所得とは、あなたが1年間で得た全部の収入から経費などを引いた額のことを意味していて、英語では taxable income と言います。ここでよく勘違いされるのが、この5万ドルすべてに 32.5% の税率がかかっていると思われていることです。これは間違いで、5万ドルのうちの18,200ドルまではゼロ、つまり非課税。18,201ドルから45,000ドルまでは 19%。そして45,001ドルから5万ドルまでは 32.5% というように段階的に税率が上がるシステムになっています。ですので例えば45,000ドルを超えると税率が上がって損をするからそれを超えないようにしようなんていう心配はなくって、単純に1ドル増えるごとに税金が上がるようになっています。また国によっては所得税にプラスしてかかる税金もあります。日本では市民税、オーストラリアではメディケアレビーがそれです。ネットでは簡単に所得税を計算できるツールがあるので、今年度おおよそいくらの所得税になるかというのが計算できます。ぜひここで一度動画を止めて計算をしてみてください。この後シェアする節税方法がぐっと頭に入りやすくなるはずです。計算できましたか？では早速一つ目の節税方法は、いい税理士さんとの出会いです。これができている方は、この後にシェアする6つの節税方法、あまり必要はないんですが、このいい税理士さんとの出会いというのは一番大事です。特に海外在住の場合は、会社勤めであっても自分でタックスリターン、確定申告をしなければいけないですよね。またこれからビジネスを始めようと思っている方であれば、例えば確定申告に必要な書類や登録、あるいは消費税についてなど専門家のアドバイスがあるかないかで後に支払う税金が大きく変わることがあります。ではどうすればいい税理士さんを見つけられるかというポイントは3つ。1、日本語あるいは税金のような複雑な内容でも流暢に話せる言語でコミュニケーションが取れること。2、連絡の取りやすさとその返信が比較的早いこと。3、友人など信頼できる人からの紹介をいただくことです。そして2つ目の節税方法は個人の積立年金です。日本ではイデコ、オーストラリアではスーパーアニュエーション、アメリカでは 401K、その他多くの国で似たような制度があります。これは節税をしながらリタイアメント資金を貯められる仕組みです。そしてこの積立年金の節税ポイントは2つ。1つ目はこの積立年金の中で保有している投資、その利益に対する税金が優遇されることです。これについて詳しく説明すると動画が長くなってしまうので割愛しますが、株や投資信託の購入を考えている人はどのくらい税の優遇があるか調べてみてください。2つ目のポイントは積み立てをすることで所得税が下げられることです。先ほどの5万ドルの例で見てみましょう。この5万ドルから仮に1万ドル積み立て年金に積み立てをしたとします。課税所得は5万ドルから4万ドルに減りました。
5万ドルにかかる税金は約6700ドル。それが1万ドルの積み立てをすることで約4100ドルになり、所得税が2500ドル安くなりました。オーストラリアの場合、1万ドルの積み立てに 15% の税金がかかり、それが1500ドル。2500ドルから1500ドルを引いて1000ドルの節税になります。日本円にすると現在のレートで10万円になります。これはそれ以外の条件を何も考慮せずにざっくりと計算しているので当てにしてほしくはないのですが、なんとなくイメージができたのではないでしょうか。この動画の冒頭で10年後に日本円にして約100万円が節税できていたなんてことが可能であれば知ってみたいですかと質問をしましたが、それも十分可能かもと思ってもらえるんではないでしょうか。ただこの積立年金にはデメリットもあります。それは手取りのお金が少なくなること。そして一定期間積み立てたお金を引き出せないことです。最低でも60歳にならないと多くの国では引き出しができません。そしてもう一つの注意点は、この積立年金による節税を利用するためには、税引き前の収入から積み立てをしなければいけないことです。ですので基本的にはあなたの勤務先にそのアレンジメントをしてもらう必要があります。ただそうでなくても手取りの収入、これはすでに税金が引かれた金額なのですが、毎年の確定申告の時に申請することで税金が返ってくるやり方もありますので、お住まいの国でどんなアレンジメントが可能か調べてみてください。ちなみにオーストラリアでは会社勤めの方はフルタイム、パートタイム、カジュアルに関係なく雇用主は給与の 11% を給与とは別に積立年金として従業員に支払う義務があります。なのでオーストラリアで一度でも働いた経験がある方はこの自分のスーパーアニュエーションを調べてみると税金の勉強がぐっと身近に感じると思います。3つ目の節税は積立年金以外の控除です。日本ではふるさと納税、住宅ローン控除など、オーストラリアでは前年度のタックスリターンの時の会計士手数料、また所得保障保険の保険料がそれになります。英語で控除はディダクション。あなたが住んでいる地域でどんな控除が使えるか、ぜひ調べてみてください。そして4つ目は投資にかかる税の優遇を利用することです。日本では NISA、よく聞きますよね。オーストラリアではフランキンクレディット、キャピタルゲインタックスディスカウント、インシュランスボンドなどがあります。このように多くの国で投資から出た利益に対して税金を優遇するシステムがあります。でもここでさっきの積立年金に投資をするのとどっちがいいのと疑問を感じた方いらっしゃいませんか？一般的には先ほどの積立年金で節税をする方が節税額が大きくなるのですが、先ほどもお伝えしたように一定期間引き出しができません。ですので、その期間、一般的にはあなたが60歳になる前までに使う可能性が高い資金、例えばお子様の教育資金などはこの4つ目の投資に対する節税をうまく利用してみるのがいいと思います。5つ目は収入の入り口を見直すことです。副業が当たり前になってきている今、会社とは別に収入を得ている方も多いと思います。その中で節税のポイントは、経費と適切なビジネス構造の選択です。個人事業主または法人として登録している場合、そのビジネスの利益に関連した費用は経費として報告できます。例えばパソコンや文具、ガソリン代など、そしてご自宅でビジネスをされている方は、家賃や Wi-Fi 代などの一部がそれになります。もちろん虚偽の報告はいけませんが、こういった控除は会社勤めでは利用できない場合が多い特権です。さらに適切なビジネス構造を選ぶことも大切です。個人事業主としてビジネスをするのか、法人化するのか、利益に対して支払う税率が変わります。ビジネスから一定以上の利益がある場合は、法人化することで税率が低くなりますが、法人化することでかかる経費も増えるため、税理士の方に相談されるのがベストです。6つ目は夫婦の場合で適用になるのですが、所得が低い方の名義で資産を購入するというやり方です。収入が大きいほど所得税が大きくなるということはすでに理解していただいていると思います。さらに所得税は基本的に個人にかかる税金です。ですので、あなたの収入がパートナーの収入よりも大きい場合、かつ2人のための資産の購入を検討している場合は、パートナーの名義だけで資産を購入した方が、後々にかかる利益に対して税金が安く済みます。ただ注意点としてそれ以外の事実も考慮が必要です。例えば後に別れることになった場合、今後出産や転職などで収入の大きさが逆転する場合などです。また、購入する投資から出る利益、これが政府からの手当に影響することがあります。
例えば不動産からの家賃収入だったり、株の配当金など収入が増えることで、例えば子供手当が減るというケースがあります。ですので、それ以外のこともしっかりと考慮する必要があるのですが、今まで何も考えずに資産を購入していたという方は一度考えてみるといいと思います。最後に7つ目は、相続の仕方を考えるということです。ポイントは、あなたの資産の受取人を誰にするのかということです。自分が亡くなった場合、生命保険や先ほどの積立年金の受取人をご家族にされている方が多いと思います。その場合、あなたとの続き柄、例えばパートナーなのかお子様なのか、そして受取人の年齢や収入などによって、受け取った方が実際に払う税金が変わることは十分にあります。あなたが亡くなった後の話ですので、あなたが支払う税金が減るという方法ではないのですが、あなたの大切な方に関わる税金なので、一度調べてみるのがいいと思います。また海外在住であれば、日本に住んでいる家族が亡くなった場合、このようなこともきちんと考えておく必要がありますよね。節税方法をもう一度おさらいすると、1、いい税理士を見つける。2、個人積立年金を利用する。3、積立年金以外の控除。4、投資に対する税の優遇。5、収入の入り口を見直す。6、夫婦で所得が低い方の名義で資産を購入する。7、相続の計画です。ぜひご自身の国でどんな対策が使えるのか一度調べてみてください。英語では Reduce Tax Legally の後に国名をプラスして調べてみるといいです。その際は税務局や政府関連の情報を調べるのが確実です。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。また次回も役立つ動画をお届けしますので待っていてください。